こんにちは、マットです。今日はスキンケアとメイクアップを紹介していきたいと思います。こうして紹介するの初めてなので少し緊張しています。ぜひ最後までご覧ください。はい、今お風呂上がりなんですけど、ここからスキンケアしていきたいと思います。で、まず最初にお風呂上がり最初に使うのが、こちらですね。僕がプロデュースしているエムロゼのトナーです。で、この拭き取りを始める段階でこのスチーマーですね、パナソニックさんのスチーマーを浴びながらスキンケアをしていきたいなと思います。で、これが煙出てくる前にこちらですね、化粧水をこのようにたっぷり足しながら、バスタオルの繊維とかついたままスキンケアするとすぐそれが気になるので、しっかり拭き取ってからスキンケアに入ります。拭き取りが終わったら次にまた拭き取りなんですけど、こちらのエムロゼの、ピーリングパッドですね。古い角質を取りながら自分の毛穴の汚れもしっかり除去してくれるので、毛穴汚れだったりとか、あと鼻の黒い部分とかを除去したい人にすごくおすすめのスキンケアですね。こんな感じで取ってください。こういう風に角質を取る感じ。この時も摩擦をあんまり加えないように気をつけてください。こんな感じですね。先ほどの同じトナーを次は手でマットメイクっていうか、その濃いメイクの時はやっぱり化粧水をたくさん入れとかないと乾燥してしまうので、僕はまたこうやって何回も化粧水を入れてます。こちらのエムロゼのトナーはですね、アズレンとツボクサの成分が主になっていて、今の時期マスクのあれだったりとか日焼けだったりとか、そういうものを鎮静してくれるので、このトナーは年齢関係なく、ジェンダーも肌の色関係なく使えるのかなと思います。ここにプラスこちらのメラノ CC、 こちらビタミンの化粧水ですね。こちらをまた入れていきたいと思います。だいたい肌荒れっていうのは酸化して肌荒れに導かれるので、酸化しないためにもビタミン C をたっぷり入れることが大事なので、このプチブラのメラノ CC を使ってますね。はい、化粧水が終わったので次は美容液に移りたいと思います。エムロゼの美容液です。これは僕2プッシュぐらい顔に使います。で、これの効果としてはさっきのトナーと成分も似てるんですけど、ここにプラスされているのはナイアシアミドなので、肌の透明感をグッと上げてくれるので、すごくおすすめですね。で、セラム今顔に2プッシュ塗ったんですけど、僕はまた足して首にも塗りたいなと思います。首と手が一番年齢出ると思ってるので、首のケアもしっかりしてますね。はい、次にこちらエムロゼのフェイスマスクです。こちらは、さっきのセラムですね。セラムの成分も入ってるし、トナーの成分も足されたものになっていて、シート自体もツボクサの成分が入ってるので、しっかり鎮静と透明感っていうのを上げてくれるものになりますね。ちょっと網状になってるんですよね。で、網状になってるので、このメッシュがちゃんと肌に密着してくれるので、すごくおすすめの商品です。で、結構実際見るとこれはちょっと紫っぽい色になってます。で、綺麗に貼れたらこのパックを畳んでこうギューって出すと結構液体が出てきます。これを追い美容液って言ってるんですけど、上から重ねる感じですね。はい、30分やって終わりましたので外していきたいと思います。すごい、だいぶ水分が入ってうるうるの状態です。
はい、次はベカルカのシャインミストです。そう、幹細胞がしっかり入っているので、傷とかにもの治癒力を高めてくれたりとか、あとは薄毛で悩んでる方とかもなんか効果があるみたいです。で、僕はその成長因子とかをしっかり肌に入れたいので、スキンケアの最後にかけて、で朝はメイクをする前にかけるんですけど、5分ぐらい置いてからメイクに移ってください。はい、シャインミストを置いて5分経ちました。本当に肌が輝くように水分がたっぷりの状態になっています。で、一番最後にこちらですね。エムロゼのデイクリーム。こちらは SPF50 プラスの PA4 プラス。日本で最高値の、そうです、日焼け止めの成分が入っています。これ僕3プッシュか4プッシュか4プッシュぐらい出してます。で、これはすごいくすみと赤みをしっかり飛ばしてくれるので、日本人の肌にすごく合ってるのかなと思います。こんな感じでスキンケアはおしまいです。はい、それではメイクアップに移りたいと思います。で、普段のメイクアップの道具はこちらのミトンのバニティに入ってます。結構大容量で一軍コスメたちをこの中に入れて、結構持ち歩いて生活してます。はい、まず下地からやっていきたいと思います。で、さっきこのエムロゼのこれですね、デイクリームを塗ったんですけど、もう一回下地効果を上げるためにここにワンプッシュ出していただいて、どんどん下地を混ぜていきます。で、もう一つはプリマヴィスタのブルーのカラーになっている下地ですね。はい、フレンチブルーのカラーだそうです。で、これは皮脂崩れを防止してくれるので、小鼻の皮脂崩れとかを、ちゃんと止めてくれます。これもちょろっと。次は毛穴パテ職人ですね。毛穴系の下地も出していきたいなと思います。綿棒で混ぜていきます。まず指で置いていきます。この下地を伸ばしていくためにこちらのブラシを使っていきたいと思います。これはシックスプラスさんと僕がコラボしたブラシですね。で、こうやって毛穴防止下地とか皮脂防止下地とか使ってだいたいサラサラに仕上がると思うんですけど、その状態で僕は乾燥してしまうので、こうやってさっきみたいにスキンケアをしっかりしていくことで、そういう下地を塗ってもこういうツヤっていうのを保つことができます。で、まず第一の土台はこれでおしまいなんですけど、次はコントロールカラーですね。使ってまたこのちょっとした赤みとかを消していきたいなと思います。で、それに使うのがこちらのエムロゼのブルークッションです。こちらも、SPF が50プラスの PA5 プラスになっていて、またブルーですねのカラーになっています。で、これをワンプッシュしていただいたら、ここで1回しごいてもらって、結構僕は赤みが出やすいタイプなので、このブルーのおかげで結構メイクアップ効果としてはちゃんと発揮してくれてるのかなと思います。次に、コンシーラーを塗っていきたいと思います。コンシーラーはディオールのコンシーラーとザセムのコンシーラーが2種類。もう1個ザセムですね。こっちは毛穴のポアコンシーラーになってるんですけど、これも塗っていきたいと思います。で、全部テクスチャーが違うんですけど、まずこのディオールのコンシーラーをこの皮脂とかあんまり出ない部分で、このポアコンシーラー、毛穴のコンシーラーを鼻とかほっぺとか、あとどこだっけ、あと鼻の先とかに塗ったりしてますね。
もうなんか絵を描くようにコンシーラーをしていて、でもこれをやることで本当に完璧な肌に仕上がるので、すごくマットメイクしたい人にはおすすめです。はい、でこちらTHESEMの1番ですね。1番を使っていきたいと思います。最後にまたTHESEMなんですけど、これがピンク色のコンシーラーになってます。ハイライトですね。と、ジョーラインですね。ここは影、ここも影。で、この間は目立ってほしいので、こうちょんちょんちょんと入れてます。すごい顔になっちゃった。そう、こんな感じでコンシーラーを塗ってます。はい、コンシーラー塗り終わったら、このコンシーラーを伸ばすために、クッションファンデですね、を使っていきたいと思います。まず、ジョン・セムルを使っていきたいと思います。はい、今、ジョン・セムル塗ってるんですけど、こうやって陶器のような肌になりました。で、マットメイクは本当にいっぱい重ねることが大事なので、でも薄く重ねることが大事なので、もう1種類、はい、キルカバーのパンウェアクッションオールニューというものを使っていきたいと思います。結構引きずっちゃう人もいると思うんですけど、クッションは空気を入れながら叩くことが毛穴とかそういうのを隠せるポイントだと思います。で、一旦自分の影、陰影をこうやって真っ白にして消しますね。で、唇も一回消しちゃいます。こんな感じでパウダーに移りたいと思います。キャンメイクのトランスペアレントフィニッシュパウダーのピンクなんですけど、これも廃盤になってしまっているので、僕は廃盤になる前に結構ストック買いしてたのでまだまだ使えるんですけど、もう売ってないので、はい、すいません。こうやってたくさん重ねることで本当になんかもう誰にも負けないくらい肌が綺麗に見えるので、でもやっぱりスキンケアがあってのこのメイクかなと僕は思うので、スキンケアも本当に大事です。この時点でこっちは全くもツヤがなくて、こっちはまだツヤツヤ。しっかり眉毛の中もパウダーで埋めてください。こんな感じで、まず1個目のフェイスパウダーがこれです。2個目のパウダーはこちらの、マーシュフィールドですね。マーシュフィールドのプルーフパウダー01番を使っていきたいと思います。なんかね、これ水分とかその汗にすごく強いから、こういう生え際とかにも塗っておくことで、こう顔に垂れてきたりとか、端から崩れることを防止してくれるので、こういう端とかに入れ込むことも大事ですね。はい、このパウダー終わったので、最後のパウダーが2種類混ぜていきます。こちらのMAC のスタジオフィックスパウダープラスファンデーションがミラノコレクションですね。ミラノコレクションのパウダー、はい、でここでくるくるしていただいて、さっきの MAC のファンデーションもくるくるして、これはもう最後のなんか毛穴を埋める作業、これをくるくるっと、はい、そしてベースメイクはこれで以上になります。はい、次がクリオのプロコントゥアパレットです。僕はもうね、ここ混ぜちゃってます。こう混ぜて、まず頬を影になる部分で、僕おでこは主張したいので、こうやってここに影は入れないです。で、次にフェイスライン、こうライン出していきます。はい、これで一旦輪郭のシェーディングはおしまいです。もう一個シェーディングがノーズシャドウですね。で、
濃いめのやつを取っていただいて、ここ2つ混ぜていいかな。まず鼻先、この部分にまず濃くポンポンと置いてもらって、次も鼻先のこの下の部分、ここを三角 V に入れて、次鼻根部ですね、鼻の根元の部分にここ入れて、ここでなんかガイドラインみたいなやってもらってから、次この薄いやつでつなげていきます。もう一回薄い部分取ってもらって、鼻先のここを目立たしたいので、目立たしたい部分のちょっと上ですね、ここをこうやって影にします。そうすることで目立つ部分がこことここのラインなので、ちょっとこうびっくりマークみたいな感じに仕上げます。そうすることで鼻がシュッとなったと思います。あともう全部真っ白にしてるので、こうやって影つけていくんですけど、他のところの影も入れていきたいと思います。鼻の下の陣中の部分ですね。で、鼻の下もこう入れて、ここはなんかこう T の字に、こうやって顎下。ここに入れることで下唇がぷっくりして見えるので、ここの影超重要。で、若干、こうね、こう左右差が少し気になるから、アイシャドウブラシを使って、濃いのと薄いの混ぜたりして、調整していきます。意外と濃く入れて大丈夫です。これで結構左右差が良くなった。あと眉毛描けば結構つながると思います。はい、影がこれで全体の影が終わりました。次はハイライトです。でこちらはセザンヌのパールグローハイライト04番になります。おでこの中心、ここはあんまり広くやらない。こうやった時に中心だけがピカーンと光るように。次に目頭からこう8の字に入れる感じ。こうすると本当にさっきやったようにこの時にすっごい光るんですよね。目肌が綺麗な人ってここが本当に美肌ゾーンっていうぐらい綺麗に見えてる人が多いので、ここをしっかり8の字で描いて、その後頬骨ですね。ここは C ライン、この C ラインが大事なので、眉骨から頬骨に向かって出すことが大事です。あと顎ですね。顎も大きく入れると顎だけボーンって出ちゃうので、ほんと中心に入れてあげる。で、次は指でやっていきたいと思います。薬指に取ったら鼻先に入れていきたいと思います。これもそんなに太く入れないでください。さっきびっくりマークって言ったので、次ここの鼻筋の部分、ここは全部に入れるんじゃなくて、目と目の間からちょっと鼻先に向かって、でもさっきの影を消さないようにやっていきます。わかるかな？ハイライトした部分がバンとこう前に出てくれるので、このやり方おすすめです。はい、眉毛はディオールのね、バックステージのアイブロウパウダーになります。僕は濃いのから使ってます。アイメイクは結構大きく描くので、その時眉毛が足りないので、長さがね。なので、小鼻から目尻で、眉尻に向かっていきたいので、眉尻は結構長く、ここぐらいまでいきたいなと思います。で、アイラインもそうなんですけど、外側からお尻の方からやっていった方がうまく描けると思います。で、さっきのこのノーズシャドウにこう眉頭がつながるように描いていきます。で、僕はこのスクリューブラシを折って使ってます。そしたら、はい、アイブロウの毛並みを描くのは、XL のアイライナーとヒロインメイクのアイライナーを使っていきます。どちらも茶色です。でまず、一番主張してくれるこっちのヒロインメイクの方を使っていきます。上に向かって眉頭を
っち側は下に向かって描きます。次にエクセルのアイライナーを使っていきます。どうか。はい、こんな感じで左右対称に描いていきます。で、一番大事なのがこの眉頭。さっきパウダーで描かなかった部分をはみ出してちょっと毛を描いてあげる。こうすることでここから生えてるような感じになるのでラインは完成ですね。あとはこの後に色を描いていきたいと思います。次はエクセルのアイブロウマスカラですね。アッシュブラウンです。色はアッシュブラウンです。この中は濃いけど毛先は薄くすることで 3D 立体的に見えるのですごくおすすめです。こんな感じですね。仕上がりました。はい、続いてはアイメイクに移りたいと思います。まず最初にこちらのジバンシーですね。で、これも廃盤になっちゃってて、こういうパープルのね、素敵な色なんですけど、結構パープルを使うことでミステリアスな印象とか結構魅力的な目になれるので、このパープルを僕はずっと使ってます。で、ここの4色のカラーを混ぜてもらって、アイホール全体に。アイシャドウは本当にこうやってオーバーに最初に描くことで目が大きく見えるのですごくおすすめです。なんかこれ僕の緑の目とすごい相性が良くて、なんかもう魔法が使えるんじゃないかっていうぐらいの目元になれるのですごい好きな色ですね。これでアイシャドウ第1段階は終わりですね。濃いやつを混ぜて使っていきます。でちょっと二重の幅を広く見せたいので、ちょっと自分の線よりオーバーめに塗っていきます。で、上が塗れたら次下いきます。下はこの濃いやつだけ使ってがっつりもう垂れ目っぽく仕上げていきます。さっきのブレンディングブラシを使ってちょっとこうぼかしていきますね。さっき残ったアイシャドウブラシを少し紙でしごいてから涙袋を描いていきたいと思います。アイシャドウのパウダーを叩いていきます。これ一旦パウダー系は終わりですね。はい、アイライナーはこちらのカロミーのブラウンを使っていきたいと思います。アイライン描きました。先ほどの、こちらのエクセルのアイライン、目頭に使っていきたいと思います。よーく見たら描いてるみたいな感じですね。MAC のアイブロウ用のね、ライナーなんですけど、これを二重のラインに使っていきたいと思います。結構はっきりした感じかな。ライナーを使って下まつげを一本一本描いていきたいと思います。で、これを描くコツはこういう風にやるとまつげっぽくなるんですよね。なのであんまりただ描けばいいっていうもんじゃなくて、バッテンを描くことをお勧めします。とまつげが描けます。じゃあ次は涙袋を主張するために、はい、ローラメルシエのハイライトと、こちらがシピシピですね。シピシピのグリッターを使っていきたいと思います。
でこれで土台の膨らみっていうのかなを作った上にこちらのグリッターをのしていきます。でバーって塗るんじゃなくて点置きでやっていきます。なのでこっからちょこちょこ取ってってほしいんですよね。多くついたら一旦ここでしごいて毛先にこういう玉を作るみたいな感じ。めっちゃ可愛い。アイメイクにこういうラインストーンをね足していきたいと思います。松江区用のピンセットなんですけど結構鋭いので気をつけてください。これがつけまののりなんですけど、これを使ってつけていきたいと思います。こんな風につけると可愛くなります。最後メイクはリップですね。リップはまたさっきのアイシャドウを使ってピンク色の部分をね取って、口角を上げていきたいと思います。で下唇も結構僕はぷっくりさせたいのでこのピンクを縁取っていきます。で描いたら綺麗なリップクリームを保湿したら次に、MAC のリップ下地ですね。もう下地を塗ると塗らないとでは全然持ちが違くて仕上がりも違います。この後に3のリップスティック06番のちょっとパープルっぽい感じを塗っていきます。これは内側だけ塗っていきます。で今の状態は、外側にアイシャドウでちょっと間開けて3のリップですね塗ってるので、その間開いてる部分にこちらのナーズのリップを塗っていきます。これ結構マットなテクスチャーでこんな感じで綺麗なモーブピンクですね。テクスチャーを変えることで外側はさらっとした質感だけど中からこうじゅわっとした感じになります。こちらのディオールのマキシマイザーを塗っていきます。これのカラーが007番ですね。下唇の内側、ここが結構その自分の中の粘膜と外に塗っているそのリップの部分、ここが結構テクスチャーが違うと喋ってる時にここが気になってきちゃうので、そのつながりを保つためにこのマキシマイザーでつながりをつけてます。こんな感じでリップは終了です。最後にこのフィックスミストですねをかけて終了したいと思います。これをかけることでメイクの持ちが全然違うので、これも使ってみてください。ヘアに移りたいと思います。こちらのミルクイケラエマルション、こちらをこうやって出していただいて、ミズムっていうヘアオイルですねをここに足す感じです。でこれをミックスしていただいて、そしてこちらの、ダイソンで溶かしていきます。で乾かしていきたいと思います。こちらのレプロナイザーで乾かしていきたいと思います。はい、今ドライヤー終わったんですけど、少し癖がある部分だったり、あと膨らましたい部分をこちらの
フロニアっていうアイロンを使っていきたいと思います。次はこのねちょっと短い毛とかがあるので、そこを収めるためにこちらのレッタのワックスを使っていきたいと思います。はい、そしてキープするためにヘアスプレーを使っていきます。トリエの10番を使っています。固めておけば一日中崩れない感じですね。はい。で、僕が欠かせないのはこのネイルなので、ネイルをきれいに保つためにこちらの、エムロゼから発売しているネイルオイルですねを塗っていきたいと思います。でネイルオイルは毎日ちゃんとこの普通にこの表の部分と、あとこの内側、ここにハイポって言うんですけど、このハイポギニウムを塗ることでちゃんと爪の成長とか保護とかをしてくれるので、ここにしっかり塗ることが大事です。で、ちょっとなじましたらエオラっていうブランドのハンドクリームです。で、香りはローズの香りです。指輪をはめます。こんな感じ。手はこんな感じで完成です。はい、それでは着替えていきたいと思います。はい、今回も、僕の大好きな、アシアタイさんのブランドに、そうですね、オートクチュールで作っていただきました。ありがとうございます。で、今回はなんかシルクの生地をすごくたくさん使っていて、この中とか腰に巻いて、でここはパンツになってるんですけど、上からかぶせる感じでスカートっぽくなっていて、たすきがあって、ここら辺もキラキラしてる感じになっています。このぐらい2メートルになれる靴を履いてます。なので今僕2メートル2、3センチはあるかと思います。はい、今回はこんな素敵なオートクチュールを、作っていただきました。衣装はこんな感じです。はい、という感じで、普段のこの皆様がいつも見ているマットに仕上がりました。はい、たくさんご視聴いただきありがとうございます。僕はこの姿になることで自信を持って生きることができるし、そして見てる方も少し自信がなくなった時だったり、何か挑戦しようと思ってる人に原動力になったりとか、少し背中を押してあげれるような存在でありたいなと思ったので、僕はこのようにメイクとか加工とかを続けて活動しています。で、メイクで変わることで本当に心から楽しく、そして自信を持って過ごすことができて、そして今こうしてお仕事にもつながってとても幸せに思っています。これからもどんな批判があっても強く立ち向かって僕が伝えたいことをたくさん SNS だったりとかいろんなメディアを通して伝えていきたいなと思います。少しでも明るい世の中になることを願っています。最後までご覧いただきありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。